はい、皆さんこんにちは。エコドライブの鈴木です。今日はですね、アメリカに来て自分が変わった10のことというテーマでやっていきます。自分がですね、アメリカに来てから結構変わったなと思うことがあるんですよね。なんでこれをですね、皆さんと共有していきたいと思います。ですね、10なんで結構あるんですけど、一つは、運動するようになった。2、年齢の概念がなくなった。3、日本の良いところ悪いところが分かるようになった。4、英語を喋るときに恥ずかしさがなくなった。5、背伸びする必要がなくなった。6、いちいち怒らなくなった。7、契約時に契約書をしっかり読むようになった。8、企業検索から人検索に変わった。9、移動距離の距離感がバグった。10、郵便ポストを使わなくなったというわけでですね、10の、ことを簡単に説明します。一つはですね、運動するようになった。そうですね、やっぱ日本にいた時って意外と全くスポーツしてなかったけど、結局電車を使ったりとかバスを使ったりとかね、歩いたりとかで意外といい運動になったんだなと思うんですよね。アメリカに来るとですね、とにかく家を一歩出てからそこから車じゃないですか。で、車でね行かないといける、逆に言うと車で行けない距離に何もなくって、車じゃないといけないということで、もう毎日車の生活なんですよね。で、車に乗って職場に着いて、で職場では結局席についてでそこでねデスクワークをするという習慣の中で、やっぱり食べ物もすごく大きいしですね、つまみ食いしたりなんかしてやっぱり太ってくるんですよね。でかなりやっぱ運動不足になっていくというのがあって、これはちょっとねさすがにまずいっていうんで、その危機感から運動を始めるようになるということですね。で大体ね日曜日休みの人が多いと思うんで、日曜日に何かしら自分の趣味をすると。で平日は働いて、で日曜日に趣味をするというような、習慣に変わりましたと。はい、で2、年齢の概念がなくなった。そうなんですよ。アメリカにいるとですね、日本と違ってあんまり自分の年齢っていうのを意識しなくなるんですよね。いい意味で。はい。で日本だと結構ね、どこかで申し込み書を書いたりとかね、アンケートを書く機会があると思うんですけど、あの時って必ず年齢聞かれるじゃないですか。で初めて会った人にもね、おいくつですかなんて聞くのが結構普通だったりとかすると思うんですけど、アメリカでは人に年齢を尋ねるっていうのはタブー中のタブーで、マナーとして人に年齢をね聞くことっていうのはないんですよね。そういったこともあって、その申し込み書とかアンケートとかね、履歴書なんかでは年齢を入れる欄がそもそもなかったり、することがよくあります。なので人付き合いする時もですね、相手の年齢っていうのが全然気にならなくなるんですよね。なので自分よりも10個15個上20個ぐらい離れた人でもですね、平気で友達になっちゃうみたいなところがあって、あんまり、そういった年齢を気にしなくなります。だから日本だとね結構年相応で、いい年してあんなところ行ってみたいなことが言われることあると思うんですけど、アメリカにいると全然そういうのがもうなくって、子供だろうが、おじいちゃんだろうがもうみんな同じ遊びをするみたいなですね、ワイワイするみたいな、そんな風潮があります。はい、で3つ目、日本の良いところ悪いところが分かるようになった。そうですね。一回ですね日本を出てみると、日本って本当に素晴らしい国だなって思うことがもう多々あるんですよね。日本だったらこんな問題起こんないよなみたいなことがやっぱりあるんで、その裏返しで日本って本当にいいとこだなと思うことがすごくあります。でその反面ですね、やっぱり悪いところも見えるようになるんですね。これアメリカの方が合理的だななんてですね思うこともすごくあって、だからそのいい意味で外から日本を眺めることによって日本のいいところ悪いところっていうのが、分かるようになりますと。はい、で4つ目、英語を喋るときに恥ずかしさがなくなった。そうですね、これね最初アメリカに来た時は恥ずかしかったんですよね。やっぱり何ですかね、完璧に喋らなきゃいけない。
で完璧に喋らないとその相手に不快感を与えてしまうんじゃないか、相手にすごく失礼なんじゃないかっていうふうに考えてたんですよね。で完璧に喋ろうとするとやっぱり声が小さくなるんですよ。で声が小さくなると相手もですねその What とかですねはとか、別にこれ悪気全然ないんですけどね、全然ないんですけど、そういうふうに相手が言われる。でそれ聞くとやっぱりなんかちょっと相手怒らしちゃったかなとかって言ってもっと声がちっちゃくなっちゃって、もう全然何言ってるか分かんないみたいな、これだとねもう全然やっぱり伝わんないんですよね。やっぱりいろいろ考えて、で結論から言おうと思ったんですよね。で結論から言おう。で結構アメリカってねでとにかくその会話の途中で相手が聞いてることに対してまずノーとかですね、イエスとか、とにかくその結論を先に言う。で結構アメリカ人ってあなたは英語できないっていうような言い方はしないんですよね。英語できないんじゃなくて、アクセントが違うっていう言い方をします。なのであなたは英語できないっていうふうに思ってる人はいなくて、で別に日本人が気にしてる以上に気にしてる外国人アメリカ人ってやっぱいないんですよ。アクセントがちょっと違うな、であなたのアクセントをちょっと聞き取ってあげられなくてすいませんって逆に向こうから言われちゃうぐらいな感じで、そう思ってからアクセントが違うんだと。日本人には日本人特有のアクセントがあるし、ね、韓国人は韓国人の特有のアクセントがあるし、で同じアメリカ人だって南部と北部でアクセントが違ったりとかするわけじゃないですか。だから言ってみれば方言ぐらいの違いであって、ちょっとアクセントが違うんで許してねぐらいな感じで、こっちもですねその結論を最初に言って、で声はなるべく大きくで相手の目をですねはっきりと見ながら喋れば、でジェスチャーボディーランゲージなんかも入れてジェスチャーしていけばですね結構それが慣れてきて恥ずかしさっていうのはなくなっていくので、ぜひ試してみてください。で5つ目、背伸びする必要がなくなった。これそうですね、日本にいる時って結構やっぱり人の目を気にする購買意欲みたいなのが結構ねあったんですよね。やっぱりやっぱりいいもの着なきゃいけないとかですね、ちょっと、いい時計をしたりとかですね。で結構 CM なんかでね有名人の方が着てるものだったりとか身につけてるものとかやっぱり自分が欲しくなったりとか、本なんか見ててもやっぱり広告宣伝がすごく多いですよね。でああいうのでやっぱりなんかこうねそれなりに、ちょっと稼いだ月なんかは思い切って買っちゃうとかですね、そういう物欲がやっぱりなんか絶えなかった印象がありますね、日本にいた時は。ただアメリカに来ると、人は人、自分は自分みたいなですね、いくら自分がいい高級な時計なんかつけててもあんまりそれを羨ましがる人なんていうのもいなくって、その人はその人だよねみたいな、で自分は自分だよねみたいなところがすごくあって、あんまりねいい意味で頑張んなくてもいい、自分は自分っていうの感じになりました。はい。